はい、皆さんこんにちは。今日も動画をご覧いただいてありがとうございます。完全感覚ベーカーです。本日の動画ではデニッシュ生地を使ったシナモンロールを作ってみたいと思います。近頃はね、めっきり寒くなってなかなか外に出るのもね、嫌だなっていう気候が続いていると思います。でもパン作りって寒いからこそやりやすいものってあるんですよね。それが今回やるバターの折り込みです。この動画を見ればバターを折り込む生地ってどういう風に作るのとかどういう風に折り込んでいけばいいのっていうのがわかる内容になってます。デニッシュ生地って家庭でパンを作る方のね一つの憧れだとも思うので、ぜひね動画最後まで見ていただけたらと思います。それでは本編はこちらです。どうぞ。それでは本日の生地の配合はこんな感じになってます。今回ね、バターの折り込みをしていくんですけども、折り込む前の生地のことをデトランプって言います。で、この生地の特徴としてはあまりこねないっていうことですね。そこを解説しながら生地を作っていきます。ではまず小麦粉を計量していきます。今回は純強力粉っていう小麦粉を使ってます。普段使ってる強力粉に比べてもちもちのね、グルテンっていう成分が少ないです。だからデニッシュ独特のサクサクした食感がね、出せます。そしてインスタントドライシソも入れていきます。今回生地の管理としてはバターが溶けないように低い温度でやっていくので発酵のスピードが遅くなるんですね。それを考慮して気持ちちょっと多めにイーストは加えていきます。あとは砂糖ですね。今回入れる目的としては甘み付けっていうよりかは焼き色をきれいにねつけたいから入れる感じですね。そして塩も入れていきます。あとはスキムミルクですね。牛乳は生地を引き締めて伸びづらくする効果があるので、今回はスキムミルクとね、水を使っていきます。あとはこのデトランプの大きな特徴は、水分の量をね、少なくしていきます。水が多ければ多いほど生地って柔らかくなるんですね。でも今回の折り込みの生地はバターと同じぐらいの硬さにしないと均一にね、綺麗な層にならないので、ちょっと普段よりも硬めの生地にします。それではお水をね、生地に入れてこねていきます。水分が少ないからちょっとね、まとまりにくいと思いますよ。でもその分ね、ベタベタ加減はほとんどない生地です。生地に含んだ水分を絞り出してまとめる感じですね。ではまだまだ粉々してるんですけども、生地まとめていきますね。で、今回はバターも最初から入ります。普段はもちもちふっくらの食感にしたいので後からね入れるんですけども、今回はサクサク歯切れいい食感を目指しているので最初から入って大丈夫。このバターも使って生地をまとめていくイメージですね。盛り込みの時にたくさんバター入るんですけども、ここでのバターの目的は生地にね柔らかさ、しなやかさを出す目的ですね。伸びやすくなります。油脂が入ると生地は。今回はあんまりこねないですよって言ったんですけれども、こねればこねるほど生地ってね、弾力のグルテンっていう成分ができます。バターを折り込む前に弾力をたくさん出してしまうと伸びづらくてバターの折り込みがしづらいんですね。で、どちらにせよバターを折り込む時に生地に結構な圧力がかかるので、その時にね、嫌顔でもね、グルテンはできるんですね。だからこのこねる時にあえて頑張ってこねてグルテンを作んなくても OK。 それがデトランプの生地の特徴ですね。では今こね始めから3分ぐらいです。だいぶね粉っぽさも消えてひとまとまりになってきて、バターの大きい塊もなくなってきました。まだね表面はこんな感じでねボッコボッコしてるんですけども、もうこれで OK です。で、今回は、この生地を一晩ね、冷蔵庫で寝かせて冷たい状態にして、バター溶けないような状態になったら折り込んでいきますね。なので、生地はね、乾燥しないようにジップロック入れて、このまま野菜室でだいたいね、一晩8時間から12時間ぐらい寝かせた後に使っていきますね。それでは寝かせていきます。行ってきます。それでは生地が休ませ終わったらバターを折り込み用にね、仕込んでいきます。シートバターを作っていくんですけれども、今回 100g 分ね、こちらをこのカードを置いて、このカードの形にラップを折っていきます。
伸ばし込みやすくしていきますね。こうやって折っとくと、潰した時にね、ちゃんとこの形になってくれます。そしたら、この後は棒で押して、12センチの正方形作るだけです。バターたっぷりだね。こんな感じに四角くなりました。それではね、これちょっと冷蔵庫に入れておきます。では、こちらが一晩寝かせた生地ですね。裏側見てみるとね、結構気泡が上がってね、膨らんでるのがわかりますね。発酵したいい香りもします。こんな感じ。そしたらこれは、先ほど広げたバターを包み込んでいくので、まず十字に麺棒をね、横を立て、そして、このね、膨らんだ部分ね、斜め。そうするとなんとなく四角っぽい形になりますよね。斜めに広げていきます。でもし生地くっつくようだったらね、打ち粉使いましょう。広げるサイズはこれが2枚分入る大きさですね。じゃあ、真ん中から下ゴロゴロ、上ゴロゴロ。で、角出す時のポイントは生地をちょっと余らせることですね。ちょっと膨らませておくと、これ端っこに入れ込めるんですね。そうすると角が出て四角の形が綺麗に出せます。よいしょ。これでいかがでしょうか。1、2、いいね。そしたら先ほど広げたバターをね、真ん中に置いていきます。この折り込みの一番のポイントは、このバターの硬さと生地の硬さを一緒にすることですね。生地を硬くしすぎてもダメだし、バターもね、冷えすぎて硬くてもダメです。同じね、力加減で同じように伸びていくことが理想ですね。上下じゃあこうやってやって、包めましたら、ちょっと下の部分ね、打ち粉軽く振っときます。はい。この向きがいいかな。そしたら軽くなじませます。上からトントンします。じゃあ伸ばしていきますね。だいたいね、30センチぐらいですね、長さは。はい、それではどうでしょうか。だいたいね、綿棒1本分ぐらいですね、30センチ。ここまで伸びたら、生地は三つ折りにします。この生地も圧力かければかけるほど伸びが悪くなるので、折り込みの一番のポイントは無理させないっていうことです。伸びないのに無理に伸ばそうとすると、中からね、バターが溢れたりする原因になります。でこちらもね、軽くトントン上から押さえて、で伸ばします。今で三つ折り1回ですね。やっぱりもう引き締まる力が強くなってきてるんですよ。なかなか伸びがね、悪くなってきました。ちょっと生地と会話しながらね、まだ伸びそう大丈夫って聞きながら伸ばしていきましょう。もう無理って言ってきたら無理に伸ばす必要はないです。そして大体これも綿棒1本分ぐらいになりました。じゃあこれも三つ折りですね。はい。そしたら、これはもうね、さすがにこれ以上伸びなくなってるので、こちらはね、休ませます。じゃあこのままね、先ほどのタッパー戻して、で、大体30分から1時間ぐらいね、休ませるとまた生地が緩んで伸びやすくなります。ではそれまで冷蔵庫で休憩です。はい、それでは休ませる時間が終わりました。オープン。結構1時間ぐらい休憩させてたのでね、柔らかさが出てます。最初は生地とね、なじませていきます。簡単に伸びるようになりますよね、休ませると。だから折り込みの生地の特徴は無理させない。伸びなくなったら休ませる。そうしていただくとね、結構簡単にいくと思います。パン屋さんとかでは機械を使ってね、伸ばしているので結構薄くできるんですけども、やっぱりね、手作業でやるとなかなかそこまでね、薄くやるのは難しいので、今回はね、この三つ折り2回で終わりにしますね。それでは生地のサイズは横が 1.5 枚ぐらい、縦が1、2、3枚分ぐらいに伸ばせましたら、シナモンシュガーですね。これを広げていきます。いいシナモンの香り。では広げていきますね。手前から巻いていきます。
最初はね、芯作ってこう角出すようにして、このままぐるぐるですね。コロコロっと。コロ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 。で最後ちょっとこうね、引っ張って角出しながらやっていきましょう。いいね。では最後にこれ6等分していきますね。綺麗に作りたいので、軽く両サイド切り落とします。これもね、焼いたら食べれるのでね。真ん中で、あとは3等分。今日はこのマフィン型に入れて作っていきますね。ではそのまま生地を入れて、はい、こんな感じになりました。これでラップして、ふっくらね、大きくなるまで発酵させていきます。あんまり高い温度で発酵させるとバター溶け出しちゃうのでね、だいたい28度ぐらいが理想ですね。では発酵いってきます。はい、それでは発酵がある15分ぐらい前に予熱を準備しておきましょう。今回ね、型を使ってるのでね、温度が上がりづらいので天板ごと予熱していきます。では、ちょっと高温でね、焼き上げますね。水分が残ってると、クロワッサン独特のバリッとした感じが出にくくなっちゃうんですね。焼き切って水分飛ばしきることがポイントです。はい、それでは発酵が終わった生地ですね。しっかりとボリュームが出てますね。これもうね、横には広げないのでね、焼いた時上に広がっていきます。はみ出ないといいな。では、焼いていきます。それでは予熱が入ってるのでね、やけど気をつけていってらっしゃい。美味しくなって帰ってきてね。スタート。はい、それでは生地が焼き上がりました。見てみましょう。では、こんな感じに仕上がってますね。じゃあちょっと型から出してみますね。やけどしないように。面白い幻想的な形に仕上がってますね。はい、それでは本日はデニッシュ生地でシナモンロールを作ってみました。デニッシュシナモンロールですね、名付けて。こんな感じに仕上がってます。で、今回のポイントとしては、バターのね、折り込みの生地をやっていったんですけども、しっかりと休ませながら柔らかくしてから伸ばすっていうことがポイントですね。では、早速作ったものをね、試食してみたいと思います。では、いただきます。うまっ。もう外サックサクでシナモンのね、風味とお砂糖の甘みがふわーっと香りますね。美味しい。もうお菓子、これも食感もいい。バターの折り込み、暑い時期だとなかなか難しいので、この時期にぜひ皆さん試してみてください。はい、それでは本日の動画いかがでしたでしょうか。作ってみたいな、食べてみたいな、美味しそうだなって思った方、ぜひチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。失礼します。